注意看，这绝对是各位观众见识过最嚣张的日本选手。大闹发布会现场，不讲武德狂扇对手耳光，几位选手不服气，扭打在一起，现场瞬间炸锅。当然，日本狂人已经不止一次做出如此恶劣的嚣张行为。早在之前的新闻发布会，这家伙就用脑袋猛砸中国选手额头，这简直是将日本人的嚣张嘴脸发挥到了极致。此人就是日本新晋踢拳霸主海斗。要说这位选手的确是日本踢拳界的一颗毒瘤，推搡辱骂对手对他来说已经是家常便饭，再正常不过的事情。面对来日本参加比赛的中国选手，他更是破口大骂东亚病夫。当然，看到如此嚣张的日本狂人，中国小伙王晋成终于忍不住了，当即就冲上擂台，要狠狠暴揍对手，打烂他这不可一世的嘴脸。好了，废话不多说，为了让更多中国人看到王晋成的精彩表现，麻烦各位帅哥美女长按3秒点赞，小编祝各位早日赚到100万。随着裁判一声令下，比赛正式开始。红色拳套就是中国选手王晋成，蓝色拳套就是日本选手海斗。俗话说，仇人见面分外眼红。比赛刚开始，双方选手就不打算做出太多的试探动作，直接开始扫踢进攻对手。你一腿我一腿，谁都不愿意在擂台上做出让步。不过这毕竟是日本擂台客场作战，如果中国选手王晋成没有在今天打出绝对比分优势，那很容易被日本裁判恶意针对。はい。長い距離でのパンチ、ストレートとか、ジャブ、長いジャブとかを使って、はい、試合を支配していければいいなと思います。海斗選手はもっと前に出て、パンチ、フック系のパンチを当てることだと思います。はい。さあ、近藤海星、懐が深い海斗、なかなか入っていけないか。石川さん、どこに注目していますか？はい、この試合ですね、まず、近藤選手にリズムを乗らせないことが大事ですね。はい。海斗選手は先にどんどんアグレッシブに行った方がいいですね。やっぱりプレッシャーがあるので、近藤選手は。はい。特に、めちゃくちゃいいですね。コーナーやロープを背にすると、はい。ちょっと不利かなと思いますね。はい。かなり左ミドルたくさん蹴っているのは海斗の方です。这是王晋成首次出国来日本参加比赛，没想到来到擂台上的王晋成非但没有紧张害怕，反而是举着拳头持续逼近海斗的内围，争夺比赛点数。当然，这场比赛由于是中日对抗赛，也吸引了不少外国观众前来观看比赛。毕竟，只有这种比赛，双方选手才会不留余力的进攻对手，而上演精彩至极的中日对決。青のグローブ、海斗の方です。でもね、技の種類で勝負してるわけじゃないですからね、リングの上ではね。はい。はい。リングのルールのある喧嘩で殴り勝てばいいわけですからね。海斗選手としては、どんどん行ってほしいですよね。そう、ここは左のミドル、かなり高いところに放っていきました。左ストレート！木村選手、変化みたいなものは感じますか？いや、近藤選手強いですね。相手になってないです、正直。そうですか。はい、レベル違いですね。精度も違うし、パンチも。今、かなり海斗は苦しい状況です。相信各位观众都会好奇一件事情，那就是为什么每次中国选手去日本参加比赛，都会遭到当地选手的针对谩骂？那是因为日本选手们固步自封，不喜欢其他国家的选手争抢自己的蛋糕，跟中国选手们打比賽也算得上一场豪赌，打赢了鸡犬升天，赚得盆满钵满。一旦自己落败于中国选手，免不了被日本全迷粉丝网暴。いやー、石川さん、近藤の懐深いですね。深いですね。余裕がありますよね。本当海斗選手の攻撃力あるんですよ。あるんですけど、やっぱりしっかりね、ディフェンスしてますし、はい。さあ、なんとかパンチ伸ばすが。それも本当、海斗選手、こういう風にね、針の穴を通すような、ね、そのようにちっちゃいチャンスでも、一気にね、攻撃でやることはできると思うんですよね。そのためには行くしかない。さあ、残り10秒、第1ラウンド切った。パンチから左へと入っていく。それでも近藤海星前にタイトのフック顔面捉えたところ、第1ラウンド終了。いや、小島さん、大盛り上がり。比赛来到第2回合，经过首回合的拼拳换脚，王晋成不说拿到绝对比分优势，但是也做到了稳压对手。故此，这回合的海斗不得不加强自身攻势来跟王晋成拼拳换脚。虽然说王晋成的名气地位远远无法与中国搏击王者邱建良、魏睿相比，但是身为中国人的王晋成有绝对的義務暴揍日本選手。力っていうのはあるので、海斗選手はさっきのラウンドでも見てたように、左入ってる。気をついてでも当てたいですよね。さっき海星の顔がガーンと浮きましたものね。そうですね。海斗のパンチで。前蹴り使うのは近藤海星です。左のミドルを使ってくる，これは海斗の得意の蹴り。正在双方打得激烈焦灼的时候，王晋成简单出腿，正好踹在日本选手海斗的裆部，海斗疼得龇牙咧嘴，痛苦嚎叫。一旁的裁判赶紧宣布暂停比赛，示意医护人员检查伤势。
当然，王进成的这一脚明显不是故意的。既然如此，只能等待海斗休息调整过后继续打比赛。有効ですかどうですか？いや、もちろん有効ではないんですけど、ダメージは溜まりますね。お願いします。精神的なダメージと。なるほど。さあ、ここもボディに三日月払っていったのは近藤海星。でもトーナメントで三日月で効かせようとすると、足怪我したりするんで、蹴ってる方が痛めたりするので、はい、ちょっとリスクではあるんですけどね。ちょっと気をつけなければいけない使い方。はい。さあ、仕掛ける。ボディもダブルで打っていきました。近藤海星。ただこのカイトの瞬発力も石川さん、やはり魅力あります。そうですね、はい。不得不说，海斗这家伙实力不怎么样，身体也这么虚弱，还没打完2个回合就累得气喘吁吁、眼冒金星。小编相信，如果再给他一次机会，这家伙绝对不敢在中国选手面前口出狂言。台下还有许多日本观众在大喊海斗加油。殊不知，如果比赛再这么持续进行下去，海斗迟早会被中国選手王进成打晕送走。いや、で、今のもね、クリーンヒットじゃないけど効いてると思うんですよね。はい。そこでもこういう風に、ラッシュかけれるで、気持ち強いですね、海斗選手。木村選手どうですか、そのあたりは。海斗選手のいいところがどんどん出てきましたね。やっぱ近藤選手詰め切れないとダメですね。2回チャンスあったんですけど、逃しちゃいましたね。先ほどバックハンドの後も、そうですね。バックドローの後のチャンスも近藤海星ありました。ちょっと流れがね、変わってくるような動き見えますよね。近藤選手もちょっと口開いてますもんね。近藤海星の鼻からも血が出てきた。さあ、しかしここは行くか。ちょっと海斗力が入らないか。ここで詰めれば。ここで行きたい。ここで行きたいですね、近藤選手。随着时间的推移，王进成越打越凶，几乎做到了绝对碾压，甚至轻轻挥出几拳就将日本选手海斗击倒在地。本就身体虚弱的海斗明显被打懵了，内心不由得开始怀疑自己参加这场比赛有什么意义。面对裁判的读秒督促，海斗不得不赶紧艰难起身，自己身为中国选手的训练沙袋，一定要将比赛进行到底。右ストレート、膝が折れそうになる。耐えられるか。止めたー。近藤海星決勝進出。いやー、小島さんすごい試合でした。すごいですね。両者とも体力ギリギリですごい頑張ってたんですよ。やっぱり体力でね、持ちこたえた。最后公布比赛结果，王进成实至名归，赢下了比赛最终胜利。大家认为王进成本场比赛表现如何呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。